このままじゃ沈むわ。そう叫ぶ社長令嬢の声は震えていた。豪華客船の窓から見える海は黒く荒れ狂っている。船体は不自然に傾き、天井からは水が漏れ始めていた。エンジンの音も不規則で、このままじゃ確かにまずい。迷っている時間はない。俺は決断した。エンジンの回転数を一旦落とすべきです。それから船の進路を変えないと、現在の進路では暗礁に接触する危険があります。舵角を20度を左に取り、波の合間を狙って進んでください。俺の言葉に周囲は驚きの表情を浮かべた。清掃員のくせに何を言っているのかと。C 区間と D 区間の隔壁を完全に閉鎖してください。まだスタッフが残っていれば即時退避させてください。俺の指示に最初は戸惑っていたスタッフたちも徐々に動き始めた。少しずつだが混乱が収まりつつあった。だが俺の行動は上層部の怒りを買うことになる。特に副社長は激怒した。清掃員のくせに指示を出すな。現場が混乱するだけだ。身の程をわきまえろ。しかし、俺の判断は間違っていなかった。800人もの命を救ったその日の出来事は、俺の人生を大きく変えることになる。社長令嬢の彼女との出会いも含めて。俺の名前は足立隼人。豪華客船桜丸の清掃係として働いている。桜丸は全長230メートル、乗客定員800名を誇る日本有数のクルーズ船だ。再来週には華やかな就航イベントが控えている。その前に船の隅々まで点検し、スタッフの訓練も完璧にしておく必要があった。ところが、現場は人手不足で火の車だった。隼人さん、エンジンルームで水漏れが発生してるみたい。エンジン担当のエビスイさんが対応できないから頼める？レストランの制服姿のカナダさんが焦った様子で俺の肩を叩いた。俺はため息をこらえた。了解です。場所は3番エンジン室の配電盤の裏だって。わかりました。すぐ行きます。早朝から続けていた床の清掃作業をようやく終え、やっと食事を取ろうとしていたところだった。が、それは言わずに立ち上がる。隼人さんごめんね。いつも頼っちゃって。さっきも朝食メニューの考案を手伝ってもらったのに。カナダさんが申し訳なさそうに言う。彼女もレストランスタッフとして忙しく働いているのに、伝令役まで任されていた。気にしないでください。仕事ですから。軽く手を振り、エンジンルームに向かうために階段を駆け下りる。船内は広い。清掃員である俺の担当エリアからエンジンルームまでは片道10分はかかる。この往復だけでも疲労がたまるが、そんなことを言っている余裕はなかった。足立くん、来てくれたんだな。エンジンルーム入り口で、エビスイさんが焦った表情で俺を出迎えた。どんな状況ですか？配電盤の裏から水が漏れて床が水浸しなんだ。でも原因がわからなくて。了解しました。中に入ると床には確かに水が広がっていた。配電盤の裏から水が染み出している。最悪のシナリオだ。水と電気は船内で最も相性が悪い組み合わせだ。まずは電源を落とさないと。手際よく安全装置を操作し、該当区画の電源を落とす。周りにいるスタッフたちが俺の動きを見守っている。俺は腰を落として配電盤の裏に回り込んだ。隣接する配管から水滴が垂れ落ちるのが見えた。ここですね。配管の接続部が緩んでいます。それってエンジン冷却系の配管じゃないか？そうですね。このままじゃまずいです。工具を手に取り、迅速に配管の接続部を締め直す。一時的な処置だが、これで応急対応はできた。応急処置だけしておきました。後でしっかり点検した方がいいですよ。わかってる。でもな、今は手が回らなくて。エビスイさんはため息をついた。副社長の京野さんが整備予算削って、スタッフも増やしてくれないからな。これじゃ事故が起きるのも時間の問題だ。足立くんがいなかったら、今頃大惨事になっていたかもしれない。その時、別のスタッフがつぶやいた。なんでこんなに忙しいのに人員確保に予算が出ないんだ？さっき、エビスイさんが言ってただろ。副社長のせいだ。あいつのせいで整備も後回しにされてるんだぜ。スタッフたちの不満が噴出する。俺は苦笑いしながら
彼らの話を聞いていた。確かに不満はある。でも、俺はこの船が好きだ。誰かの役に立てるという感覚が、この仕事にはある。船に関わる仕事をしているという事実だけが、俺の心の支えだった。じゃあ、次の現場に行ってきます。疲れた体を引きずるようにエンジンルームを出ると、エビスイさんが追いかけてきた。足立くん、これよかったら。差し出されたのは栄養ドリンクだった。思わず胸が熱くなる。ここにいるスタッフたちはみんな苦しい状況の中、一生懸命に船を守ろうとしている。俺だけが頑張っているわけじゃない。ありがとうございます。いただきます。栄養ドリンクを一気に飲み干し、空の瓶をエビスイさんに返した。さて、次の現場だ。俺はまた階段を登り始めた。再来週の就航までに、まだどれだけの問題が発生するだろうか。不安は尽きないが、今はただ、目の前の仕事をこなすしかない。深く考えず、体を動かし続ける。それが、今の俺にできることだった。出航まで、あと10日となったある日、社長の娘である、真田由紀さんが、視察に来ることになった。その準備のため、俺は桜丸の6階レストランの手伝いをしていた。広々としたホールに白い布をかけたテーブルを並べる。窓からは青い海が見えていた。スタッフたちが準備に忙しく動き回る中、一人の女性が数人を引き連れて入ってきた。お嬢様が来たよ。テーブルセッティングをしていたカナダさんが小声でつぶやいた。黒のスーツに身を包み、明るい茶髪を一つにまとめたユキさんの姿に、レストランスタッフの動きが一瞬止まった。ユキさんはまっすぐな姿勢でレストラン責任者の説明を聞いていた。どうせ現場なんか見ないんだろうな。コーヒーを運んだスタッフが厨房に戻りながらつぶやいた。表面上の綺麗なところしか見せないさ。別のスタッフも同調する。その声はユキさんの耳には届かないよう慎重に抑えられていたが、視察を歓迎していない空気は明らかだった。レストラン視察を終えたユキさんは船内の他のエリアに向かおうとしていた。俺は一瞬躊躇した。清掃員である自分が社長令嬢に話しかけるなど、常識では考えられない行為だ。だが、この数日間で目にしてきた船内の状況が頭をよぎる。配電盤の水漏れ、不安定な空調システム、専門スタッフ不在での応急処置の連続。このままでは本当に危険だ。これまでの経験から、俺にはその危機感が痛いほど分かった。行くしかない。モップを片付け終えた俺は、ユキさんの一行が向かった選手デッキへと急いだ。心臓が高鳴る。最悪の場合、クビになるかもしれない。でも、何もしないで事故が起きてからでは遅すぎる。選手デッキに出ると、ユキさんは手すりに寄りかかって、海を眺めていた。随行していたスタッフたちは、少し離れたところで話し込んでいる。今なら、声をかけられる。すみません、真田様。俺が声をかけると、ユキさんはゆっくりと振り向いた。何？彼女の声は冷たく、一瞬たじろいだ。噂通りの態度だが、引き下がるわけにはいかない。足立隼人と申します。清掃課に所属しております。清掃の人が私に何の用を？ユキさんの眉が少し上がった。スタッフたちも気づいて、こちらを見ている。はい、船の安全に関わる重要な問題について、お話しさせていただきたいのですが、俺の声は自分でも驚くほど落ち着いていた。ユキさんの表情がわずかに変わった。関心を示したようにも見えたが、すぐに元の冷たい表情に戻る。手短にお願いします。ユキさんの冷たい視線に一瞬たじろぎそうになったが、俺は気持ちを引き締めた。真田様、このままでは桜丸は危険な状態です。人手不足と予算削減で必要な整備が後回しにされています。この前も配電盤からの水漏れがあり、大事には至りませんでしたが、そういった問題は担当部署から報告を受けているわ。適切に対応されていると聞いているけど。いいえ、適切には対応できていません。報告書には対応済みと記載されていても、実際は応急処置だけで根本的な修理はされていないんです。それはあなたの主観じゃないの？ユキさんの口調が一段と冷たくなった。現場を見ていないからそう言えるんです。配管の老朽化は深刻です。エンジン冷却系統も不安定で、このまま荒天に遭遇したら。足立さん、技術的な問題は専門の部署に相談して、
清掃係が心配するようなことじゃないわ。ユキさんが俺の言葉を遮った。その一言に胸の内で何かが弾けた。清掃員だから、わからないとでも？思わず敬語が崩れた。ユキさんの目がわずかに見開かれる。すみません。言葉が過ぎました。俺は深呼吸して気持ちを落ち着けた。ですが、現実を見てください。船内の状況は報告書に書かれている以上に深刻です。人手不足で技術者は疲弊し、設備トラブルへの対応は後手に回っています。専門スタッフが不在の時間帯も多く、私のような清掃員が応急処置をすることもしばしばです。ユキさんはわずかに眉を寄せた。あなたが応急処置を？はい。エンジンルームの配管修理も、空調システムの調整も、本来なら専門の技術者がやるべきことです。でも、彼らは別の問題に追われていて、手が回らない。だから、私がやっています。けれど、このままでは、10日後の就航に間に合わせるために無理が生じ、それが大きな事故につながる可能性があります。真剣な表情で言い切ると、ユキさんの表情に変化が見えた。疑念の色は消えないものの、何か思案しているようだった。真田様、どうか現場の声を聞いてください。スタッフ全員が不安を抱えています。でも、誰も上に言えないんです。言っても変わらないと諦めているんです。ユキさんは唇を噛んだ。そして、ふと海の方を見合った。波は穏やかで、空は青く澄んでいた。再び、ユキさんは俺に向き直った。あなたが言いたいことを、もっと聞かせて。そういったユキさんの声のトーンは、先ほどよりも柔らかくなり、表情にも硬さが消えていた。俺は思わず、と漏らしてしまう。船内の問題点を具体的に教えてほしいの。本当に危険な状態なら、すぐにでも対策を考えなくては。ユキさんの態度の急変に面食らいながらも、俺は言葉を続けた。まず、エンジン冷却系統の配管接続部が複数箇所で緩んでいます。応急処置はしていますが、部品交換が必要です。それから、非常用発電機のテストが十分に行われていない。さらに、待って。もう少しゆっくり言ってもらえる？全部書き留めたいの。ユキさんはメモを取り始めた。先ほどまでのツンケンとした態度は消え、真剣な表情で聞き入っている。もちろんです。俺は一つ一つの問題点をより詳しく説明した。配管の状態、電気系統の不安定さ、予備部品の不足、現場で見てきた危険の数々をできる限り冷静に伝える。こんなに問題があるのに、なぜ報告が上がってこないの？ユキさんの声には困惑が滲んでいた。言っても変わらないと諦めているんです。それに報告しても予算がないと却下されることが多いんです。だから現場ではなんとかその場をしのぐ対応が常態化しています。ユキさんの表情が暗くなった。そうだったの。彼女は深いため息をついた。足立さん、ありがとう。こんなに詳しく教えてくれて。いえ、当然のことです。このままでは危険ですから。そう言った俺をユキさんがまっすぐに見つめた。それと、謝らせて。さっきはあんな態度をとって、本当にごめんなさい。あなたは船の安全を心配して勇気を出して話しかけてくれたのに、私はとても失礼な対応をしてしまった。予想外の言葉に、俺は言葉に詰まった。ユキさんの声には誠実さが滲んでいた。彼女は少しうつむいた。本当は私、ああいう態度を取りたくなかったの。でも、必要だと思って。必要ですか？うん。会社の人に対して、特に男の人に接するときは、厳しく、冷たくしないといけないと思っていたの。ユキさんは窓の外を見つめながら続けた。2年前、父が病気で入院して、私が一時的に会社を見ることになったの。当時の私は24歳。まだ経験も浅くて、不安でいっぱいだった。彼女の表情が曇った。みんなに好かれたいという気持ちが強くて、私はスタッフ全員に優しく接していた。困っていることはないか、何か手伝えることはないかって常に気を配っていた。最初は良かったの。みんな温かく迎えてくれて。でも、そのうち会社の幹部会議で私の提案がことごとく却下されるようになった。若すぎる。経験不足って言われて、中にはお嬢さんは笑顔でいてくれれば十分という人もいた。彼女は言葉を切り、唇を噛んだ。ある日、廊下で
たまたま耳にしたの。幹部たちの会話を。真田さんのお嬢さんは可愛いけど、それだけだよね。あんなに優しいからみんな舐めてる。社長の娘だから表向きは敬ってるだけさ。そう言っていた。頑張っていたのに、誰も私を本気で見てくれていなかった。私の言葉には何の重みもなかった。彼女は深く息を吸い込んだ。翌日から私は態度を変えることにした。感情を表に出さず、厳しく接するようにしたの。特に男性スタッフには。そうしないと、社長の娘である私は、可愛いだけの存在で終わってしまうから。結果、態度を変えたら少しずつ変わったわ。意見を聞いてもらえるようになった。だから、これでいいんだと思っていたの。ゆきさんの言葉に俺は少し考え込んだ。彼女の言い分もわかる。けれど、それで本当にいいのだろうか。真田さん、そんな風に取り繕っても、本当の信頼は生まれないと思います。え？ゆきさんの目が少し見開かれた。そういった態度で相手を威圧すれば、確かに意見は通るかもしれません。でも、それは、恐れられているだけで、尊敬されているわけじゃありません。でも、優しすぎると舐められてしまって。優しさと弱さは違います。例えば、海難救助の現場では、強引な指示で動かそうとする指揮官は長続きしません。部下からの信頼を失うんです。本当に尊敬される指揮官は、厳しさと優しさのバランスを持っています。真田さんの素直な姿、今の姿こそが本当の強さなんじゃないでしょうか。自分の弱さを認められる人間が、本当は一番強いんです。風のない静かな船内で、俺の言葉が響いた。ゆきさんは一度目を閉じ、何かを考えているようだった。ゆきさんはゆっくりと目を開けた。足立さん、あなたの言う通りだわ。今まで私は見せかけの強さにすがっていた。でもそれじゃダメなのね。父に全部話すわ。船の問題点も、スタッフの不安も、不満も、全部。ゆきさんは微笑んだ。さっきまでのツンとした態度はもうどこにもなく、まるで別人のようだった。いや、これが本当の彼女なのだろう。彼女はドアに向かって一歩踏み出した。すぐに父に会いに行くわ。もしよかったら、また話を聞かせて。はい、いつでも。それと、隼人って呼んでいい？私のことも、ユキって呼んでいいから。彼女はためらうように一度目を伏せた。その方が気のせいか薄く染まっている。彼女の言葉に、俺は胸をわずかに高鳴らせながら小さくうなずいた。ありがとう、隼人。じゃあまた。ゆきさんは柔らかく微笑み、部屋を出て行った。窓から見える海がキラキラと輝いていた。数日後、甲板の清掃を終えた俺は、汗を拭きながらモップを片付けていた。朝から昼過ぎまで休む間もなく作業を続けていた。久しぶりに清掃の仕事に専念できる日で、それだけでも少し気が楽だった。隼人、いる？作業用具入れの棚にモップを収めていると、後ろから声がかかった。振り返ると、ゆきさんが立っていた。俺は手を止め、軽く会釈した。話があるの。ちょっといい？はい、もちろん。俺たちは小会議室に向かった。窓からは、穏やかな海が見え、部屋の中は涼しく、静かだった。ゆきさんが座るのを見て、俺は尋ねた。どうでしたか？社長には話せましたか？でも、うまくいかなかったの。ゆきさんは深いため息をついた。父には全部話したわ。船の整備不良のこと、スタッフの疲労のこと、あなたが教えてくれたすべての問題点を。だけど、海舟さん、副社長に伝えておくっていうだけで終わってしまったの。ゆきさんの声には失望が滲んでいた。父は、桜丸の就航イベントに浮かれているんだと思う。これが成功すれば、会社の未来は明るいって、来週の就航式典のことで頭がいっぱいで、整備の問題なんて後回しにされたんだわ。それで私、直接海舟さんに会いに行ったの。副社長に？うん。会社の予算を実質的に握っているのは彼だから。ゆきさんの積極的な行動に少し驚いた。それで副社長はなんと？ゆきさんの表情が一段と暗くなった。安全対策などに余分な予算は出せないって、はっきり断られちゃった。このご時世にそんな贅沢は言ってられない。乗客に見える部分が良ければそれでいい。小さな不具合は
出港後でも直せるって。私が、それじゃ安全が保証できませんって言っても、お嬢さんは心配しすぎだって一蹴されたの。ゆきさんは拳を握りしめた。そうですか。予想はしていたが、やはり残念だった。副社長が利益を優先する人間だということは、船内で働く誰もが知っていた。隼人、どうすればいいのかしら。私には力がない。社長の娘という立場はあっても、実際の権限はないの。ゆきさんが俺を見つめた。その目には少しの絶望が混じっていた。俺は額に手をやり考え込んだ。いくつかの応急処置はできるが、抜本的な解決にはならない。こんな状態で大海原に出るのは危険極まりない。俺も、正直なところ、すぐにはいい策が思いつきません。せめて出港を1週間延期できれば。それは無理よ。招待状はすべて発送済みだし、メディアも来るわ。今更キャンセルはできない。ゆきさんの声が途切れた。その日以来、何度か顔を合わせるたびに対策を話し合ったが、いい案は浮かばなかった。そして、あっという間に時が過ぎ。いよいよ出港の日だ。みんな、最高の笑顔でお客様を迎えてくれ。社長の、真田武明さんの声が、船内に響き渡った。隊列を組んだスタッフたちの表情は、様々だ。笑顔の人もいれば、不安そうな顔も。疲労の色が濃いものも少なくない。俺は清掃チームの列に立ちながら、ちらりと、ゆきさんの方を見た。彼女も、乗船担当スタッフの横に立ち、真剣な表情で、朝礼に参加していた。目が合うと、小さくうなずき合うだけ。会社にとって、これが大きな契約を得る最後のチャンスだ。この夢の航海を、みんなと共に最高のものにしたいと思う。桜丸の初航海、絶対に成功させよう。解散。朝礼が終わると、スタッフたちは一斉に持ち場に散っていった。俺はレストランデッキの窓付近に向かう途中、埠頭の様子を眺めた。豪華な車が次々と到着し、清掃した人々が降り立つ。記者たちもカメラを構え、この瞬間を待ち構えている。招待客は乗船口に設置された赤いカーペットを歩み、船に乗り込んでいく。その姿を見送るスタッフの笑顔は完璧だった。あれ、播磨ケイスよ。近くにいたカナダさんが小声で言った。指さす先には、ハーフと思われる洗練された風貌の男性が立っていた。世界的なリゾート開発企業の重役。この船の航海に満足すれば、会社に数十億円の投資をしてくれる可能性がある大物だって。つまり、あの人の評価で、この会社の将来が決まるってこと。そりゃ、プレッシャーだな。スタッフたちが緊張した様子で話している。俺は黙って窓拭きを続けた。時間が過ぎ、正午が近づくと、乗船客たちはレストランデッキに集められた。壮大なウェルカムパーティーの始まりだ。シャンパンが振る舞われ、オーケストラの生演奏が流れる中、社長が壇上に立った。皆様、本日は桜丸の初航海にご参加いただき、誠にありがとうございます。この船は私の夢の結晶です。船は世界を結ぶロマンだという思いで10年かけて建造しました。今回の航海は桜丸の素晴らしさを皆様に体感していただくための特別な旅となります。どうか最高の時間をお過ごしください。社長の熱のこもった言葉に会場から拍手が起こる。横では副社長が満足そうにうなずいていた。そしてその隣にはゆきさんの姿もあった。彼女は表情を引き締め静かに立っていた。さあ、出港の時間です。甲板にお上がりいただき、出港の瞬間をご覧ください。招待客たちは社長の案内で甲板へと向かい始めた。その流れに乗って俺も甲板の清掃担当として移動する。外に出ると港には見送りの人々が集まり船を見上げている。カメラのフラッシュが光り歓声が上がる。派手な演出だ。船のサイレンが鳴り響きエンジンがうなりを上げる。桜丸がゆっくりと港を離れ始めた瞬間、紙吹雪が舞い、バンドの演奏が高らかに響いた。船は徐々にスピードを上げ、港は遠ざかっていく。陸地が小さく見える頃には、パーティーは最高潮に達していた。社長も副社長も満面の笑みで、招待客と話し、契約への期待に胸を膨らませているようだった。ゆきさんもせわしない様子で、招待客たちに笑顔で対応していた。出港から6時間後、
ブリッジに届いた気象情報に、航海士たちの表情が曇った。俺はちょうど、ブリッジの窓付近に入っていて、その会話を耳にした。悪天候が予想されます。明日昼過ぎから風速15メートル、波高3メートルの見込みです。予想より早いな。明後日の予報だったはずだが、低気圧の進路が変わったようです。しかも発達速度が。航海士たちの声が途切れた。副社長が入ってきたからだ。副社長は気象情報を一別すると軽く手を振った。たかが風速15メートルか。この規模の船なら問題ないだろう。しかし副社長、波高は最大で5メートルに達する可能性があります。予定コースだと真正面からの波を受ける形になり。コースを変更するつもりか？ケイス氏をはじめ、VIP たちにはこのルートで景色を楽しんでいただくと約束している。些細な天候で計画を変更するわけにはいかん。副社長の声が冷たくなった。しかし、この船は大丈夫だ。少し揺れるかもしれないが、それも船旅の醍醐味というものだろう。乗客には動揺を与えないように。そう言い残し、副社長はブリッジを後にした。残された航海士たちは顔を見合わせ、深いため息をついた。俺は黙って仕事を続けた。窓の外では、まだ青い空の一部に、遠くから迫り来る、暗い雲が見えていた。夕食時のレストランは華やかだった。豪華な料理が並び、乗客たちは優雅に食事を楽しんでいる。播磨さんをはじめとするVIP客は特別席に案内され、社長自らが対応していた。今夜の船旅はいかがですか？社長の質問に、播磨さんは満足げにうなずいた。素晴らしいですね。特にスタッフの対応が見事です。ありがとうございます。明日からはさらに美しい景色が。社長の言葉が途切れたのは、船が少し大きく揺れたからだ。波が高くなり始めていた。少々揺れておりますがご心配なく。この程度なら通常の範囲内です。社長は動揺を見せまいと笑顔を保った。隣にいたユキさんの表情は少し緊張していた。その時、俺はカナダさんに呼ばれた。隼人さん、エンジンルーム見てきてくれない？エビスイさんから緊急連絡が。俺はすぐにうなずいた。エンジンルームへの階段を駆け下りながら、波の揺れが徐々に大きくなっていることを感じた。エンジンルームに到着すると、そこはすでに混乱状態だった。足立くん、来てくれたか？エビスイさんが汗だくで声をかけた。エンジンのうなりは普段より大きく、不規則だ。どうしました？燃料系統の圧力計が壊れかけている。表示が安定せず、実際の値がわからないんだ。それだけじゃない。大型エンジンの一部が不調で回転数が安定しない。このままじゃバランスが崩れるぞ。エビスイさんは焦りを隠せない様子で説明した。エンジンルームの技術者たちは全員が緊張した面持ちで、各自の持ち場で対応に追われていた。隅では若手が機器のデータを一生懸命に記録している。この前指摘した配管の問題は、やっぱり出たよ。接続部から少しずつ漏れてる。応急処置はしたが、根本的な修理はできてない。エビスイさんの言葉に胸が締め付けられた。予想していた最悪の事態が始まっていた。足立さん、見てください。これじゃ推進力が安定しません。操舵にも影響します。若手技術者が指し示したモニターには、エンジン回転数のグラフが表示されていた。通常なら安定した直線のはずが、今は不規則に上下している。その瞬間、船が大きく揺れた。立っていた技術者の一人が転びそうになり、近くの手すりにしがみついた。波が高くなってきたな。今のままでも厳しいのに、これ以上天候が悪化したら。その時、不吉な音がした。金属がきしむような不気味な音だ。あれは、配管だ！全員が音のした方向を見た。配管の接続部から水が噴き出し始めていた。それも一箇所ではない。複数の箇所から同時に漏れている。応急処置を急げ。エビスイさんの指示で技術者たちが一斉に動き出した。しかし、次々に新たな問題が発生する。非常用発電機のテストが十分ではなかったという指摘は的中し、非常システムの起動がスムーズにいかない。配電盤からは火花が散り、一部の照明が不安定に点滅し始めた。こうなることが分かっていたのに。エビスイさんの悔しそうな声に全員が暗い気持ちでうなずいた。その時、ユキさんが息を切らしてエンジンルームに駆け込んできた。彼女の表情には
恐怖と緊張が混じっていた。隼人、どうなってるの？ブリッジでカナダさんから深刻な状況って聞いて。最悪の事態です。心配していたことが、すべて現実になりつつあります。俺は静かに言った。ユキさんの顔から血の気が引いた。船が再び大きく揺れ、バランスを崩しかけた俺たちは壁に手をついた。俺は決意を固めた。ユキさん、副社長はどこにいますか？多分、ビップラウンジよ。ケイスさんたちと一緒に。案内してもらえますか？ユキさんは一瞬迷ったように見えたが、すぐに決意の表情を見せた。行きましょう。エンジンルームを出て、船内の非常階段を上がる。通常なら使うエレベーターも、このような状況では危険だ。階段を登りながら、船の揺れが徐々に強くなっていくのを感じた。注意報が出ています。すべての乗客の皆様は安全のため、甲板から室内へお戻りください。船内に放送が流れ、それに従う乗客たちとすれ違いながら、俺たちは上層デッキへと向かった。ビップラウンジに入ると、そこには副社長とハリマさん、そして数人の投資家たちがシャンパングラスを手に談笑していた。外の嵐が迫りつつあるという状況が嘘のような穏やかな空間だ。ユキさんが一歩前に出た。海舟さん、お話があります。廊下でよろしいでしょうか？副社長は明らかに不満そうだったが、客の前で拒否するわけにもいかず、しぶしぶ立ち上がった。失礼します。すぐに戻ります。ハリマさんたちに笑顔で告げ、彼は廊下に出た。ドアが閉まると同時に、副社長の表情が一変した。何のつもりだ？こんな大事な時に。海舟さん、このままじゃ危険です。船を戻すべきです。ユキさんが真剣な表情で言った。何を言っている？エンジンに問題が発生しています。燃料系統の圧力計が壊れ、大型エンジンの回転も安定しません。配管からの漏水も始まっています。ユキさん、あんたは社長の娘で確かに立場はある。だがこれは運航の判断だ。素人が口を出す問題ではない。副社長はユキさんを鋭く見据えた。俺は姿勢を正していった。私も確認しました。エンジンルームは本当に危険な状態です。このまま航行を続ければ、乗客の安全が。清掃員ごときが黙れ！副社長の怒鳴り声が廊下に響いた。清掃員が船の運航に口を出すなど笑い話にもならん。そんなことより VIP 対応が最優先だ。ケイス氏は今回の航海を楽しみにしているんだ。彼が満足しなければ我が社の未来はない。でも安全が。余計な不安を煽るな。乗客に不要な心配をさせるようなことは控えろ。特に VIP には。副社長は俺たちを睨みつけた。ユキさんは震える唇を噛んだ。俺が諦めきれず、もう一度口を開こうとした時だった。何があったんだ、みんな揃って。廊下の向こうから社長の声がした。彼は数人のスタッフを従え、ビップラウンジに向かっていたようだった。お父様、船が危険な状態なの。エンジンに問題が発生して、配管からの漏水も始まっているのよ。ユキさんが駆け寄った。社長の表情が変わった。心配そうな目で副社長を見る。本当なのか、海舟君。副社長は咳払いをして、冷静さを装った。社長、誤解です。ただの小さなトラブルを大げさに言っているだけです。確かに少し不具合はありますが、運航に支障はありません。お父様、聞いて。隼人、足立さんがエンジンルームで確認したの。このままだと本当に危険だって。君が確認したのか。社長は初めて俺の存在に気づいたように俺を見た。はい、社長。燃料系統の圧力計が壊れかけています。大型エンジンの一部も不調で、回転数が安定せず、複数箇所で配管からの漏水が始まっています。そんな、本当なのか。社長の顔から血の気が引いた。副社長が焦りを隠しきれない声で割り込んだ。竹明、こんなバイト風情の言葉を真に受けるほど余裕はない。そいつは清掃員だ。船の技術的なことなど素人の見解に過ぎない。でもユキが言うには、お嬢様はこの清掃員に不安を煽られただけだ。指揮系統が混乱する。今は VIP たちが満足する航海を提供することが最優先事項だ。少しの揺れでひるんでいては船会社の信頼も失墜するぞ。社長は少し考え込んだ後、ゆっくりとうなずいた。わかった。海舟君の言う通りだ。お父様！ユキさんが叫んだ。社長は
ユキさんに諭すように言った。ユキ、海舟君の言うことを聞きなさい。彼は長年俺の親友として、そして右腕として会社を支えてくれた。技術的なことは彼に任せよう。でも、大丈夫だ。少し揺れが強いだけだろう。この船は最高の設計で建造された。少しの嵐で沈むようなことはないさ。社長は安心させるように微笑んだ。副社長は満足げな表情を浮かべ、ユキさんと俺を見た。勝ち誇ったような目だった。副社長は社長を促し、VIPラウンジへと入っていった。ユキさんと廊下に残された俺は、窓の外に広がる荒れた海を見つめていた。わずか数時間前までは穏やかだった海面が、今は獰猛な獣のように荒れ狂っている。暗雲が空を覆い尽くし、雨が横殴りに窓を叩いていた。エンジンルームに戻りましょう。エビスイさんたちと対策を立てないと。ユキさんに軽くうなずき、俺は素早く廊下を移動し始めた。だが、思うように進めない。船の揺れが徐々に激しくなり、まっすぐ歩くことさえ困難になっていた。壁に手をつきながら前進する頃には、船内アナウンスが鳴り響いていた。緊急のお知らせです。悪天候のため、すべての乗客の皆様は客室にお戻りいただき、身の安全を確保してください。繰り返します。アナウンスの声には焦りが混じっている。乗客たちは不安そうな表情で右往左往し始めていた。俺たちはそんな人々をかき分けながらエンジンルームへの階段へと急いだ。エンジンルームに到着すると、そこは完全な混乱状態だった。足首まで水に浸かったスタッフたちがパニック寸前の様子で機械の調整に追われている。エビスイさんは中央の操作パネルで一生懸命に計器を確認していた。足立くん、最悪だ。言ってた通りの事態になった。配管の接続部が複数箇所で完全に破損したんだ。C 区間と D 区間が浸水し始めている。エンジンの回転数が安定せず、出力が上下している。このままじゃソーダに影響が出る。いや、もう出てる。エビスイさんの説明に胸が締め付けられた。予想していた最悪のシナリオが目の前で現実になっている。浸水状況は今のところ隔壁で止められてるが、水圧が上がれば。言葉を濁すエビスイさんの表情に深刻さを感じた。その時、船が大きく傾いた。俺たちはとっさに手すりにしがみついた。天井から水が漏れ出し、床にシャワーのように降り注ぐ。配電盤から火花が散り、一部の照明が消えた。その瞬間、船内の非常アラームが鳴り響いた。赤いランプが点滅し、エンジンルーム内の緊張が一気に高まる。接触警報だ。エビスイさんの顔から血の気が引いた。何と接触？暗礁か浅瀬か、ともかく危険区域に入ってる。通常なら自動回避するはずだが、エンジン出力が不安定で舵が効いていない。早く何とかしないと。エビスイさんがモニターを指さした。画面には船の現在位置と周囲の海図が映し出されている。船は予定航路を大きく外れ、危険水域に入りつつあった。メインエンジンが不規則にうなりを上げ、船体全体が振動する。天井の配線が外れ、火花を散らしながら、宙に揺れている。船が再び大きく揺れ、配電盤からまた火花が散った。このままじゃ沈むわ。ユキさんの声が震えていた。迷っている時間はない。頭の中で情報を整理し、俺は決断した。非常電源を確保し、エンジンの回転数を一旦落とすべきです。浸水箇所は、今すぐ隔壁を閉めて、区画を孤立させる必要があります。それから、船の進路を変えないと、現在の進路では暗礁に接触する危険があります。舵角を20度左に取り、波の合間を狙って進むべきです。俺の声に混乱していたスタッフ全員の目が向けられた。清掃員が的確な指示を出したことに一瞬の戸惑いが生まれた。しかし、エビスイさんはうなずき、若手スタッフに指示を出し始めた。聞いたな。足立くんの言う通りだ。まず非常電源の確保。エンジン出力を 60% まで下げろ。スタッフたちが素早く動き出し、エンジンの轟音がやや抑えられた。俺は操作パネルに駆け寄り、浸水区画の状況を確認した。C 区画と D 区画の隔壁を完全に閉鎖してください。まだスタッフが残っていれば、即時退避させてください。了解。通信担当が緊急連絡を行い始めた。少しずつだが、混乱が収まりつつあった。その時、エンジンルームのドアが勢いよく開き、副社長が数人の警備員を引き連れて入ってきた。彼の顔は
怒りで紅潮していた。何のつもりだ？誰の許可を得て勝手な指示を出している？副社長の怒声がエンジンルームに響き渡った。スタッフたちの動きが止まる。副社長は俺に向かって歩み寄り、鋭い眼差しで睨みつけた。こんな非常時に、清掃員風情が指揮を取るとは何事だ？でも副社長、彼の指示は的確です。彼の指示がなければ本当に。エビスイさんが言いかけたが、副社長に遮られた。黙れ！お前も共犯か？私の指示に従わず、こんなバイト風情に従うとは。副社長は警備員たちに向き直った。こいつを捕らえて部屋に閉じ込めろ。警備員たちが俺に近づいてきた。ユキさんが彼らの前に立ちはだかった。何をしているの？彼は船を救おうとしているのよ。お嬢様、下がってください。警備員の一人がユキさんの腕を掴もうとした。エンジンルームに緊張が走る。その瞬間、ドアが勢いよく開き、数人の人影が現れた。一体何が起きているんだ？社長の声だった。その隣には、VIP であるハリマさんの姿もあった。彼らは騒ぎを聞きつけて、駆けつけてきたようだ。エンジンルームの混乱した様子。互いに対峙する副社長とユキさん。そして、警備員に囲まれた俺の姿を目の当たりにして、社長は困惑の表情を浮かべた。海舟君、これはどういうことだ？副社長が答えようとした瞬間、ハリマさんの視線が俺に止まった。彼の表情が一変し、目が見開かれた。まさか、君は数年前、あの海難事故で俺を助けてくれた。ハリマさんは他の全員を無視して、ゆっくりと俺に近づいてきた。彼の言葉にエンジンルーム内に一瞬の静けさが訪れた。彼は俺の前に立ち、揺れる船内でバランスを取りながら俺の顔をじっと見つめた。間違いない。あの時、インド洋の嵐の中、沈みかけた船から俺を救い出してくれたのは君だった。船が大きく揺れ、全員がよろめいたが、ハリマさんの視線は俺から離れなかった。副社長は言葉を失い、警備員たちも手を止めた。社長は驚きの表情で、俺とハリマさんを交互に見ている。ハリマさんは周囲を見回した。この人は海難救助のプロだ。彼の腕は確かだ。なんたって世界有数の救助クルーチームで活躍し、多くの命を救ってきた英雄なんだから。ハリマさんの声には確信があった。エンジンルーム内のスタッフたちが互いに顔を見合わせた。ハリマさんは社長に向き直り、真剣な表情で語り始めた。数年前、俺はインド洋でのクルーズ旅行中、突然の暴風雨に巻き込まれました。乗っていた小型船が転覆寸前になり、乗客全員が恐怖に震えていた。その時、嵐の中を一隻の救助艇が近づいてきたんです。波の高さは10メートルを超え、普通なら近寄れない状況だった。でも彼は来てくれた。船の揺れが一層激しくなり、天井から水が漏れ落ちてきた。だが、ハリマさんは構わず話を続けた。静まり返ったエンジンルームに、ハリマさんの言葉が響く。俺を助けてくれたのが彼だとは、名前も知らないままだった。ただ、彼の顔だけは忘れなかった。恩人の顔だけでも、絶対に忘れないでおこうと誓ったんだ。副社長は言葉もなく立ち尽くし、社長は複雑な表情で俺を見つめていた。ハリマさんが社長の肩を掴んだ。竹明さん、今この船を救えるのは彼しかいません。彼に任せるべきです。船が大きく傾き、全員がよろめいた。配管からの水漏れは激しさを増し、エンジンルームの床はすでに水浸しだった。そんな中、ユキさんが俺に近づいてきた。ハヤト、本当なの？彼女の声は小さく震えていた。俺は深く息を吸い込み、船の揺れに耐えながらうなずいた。ええ、その通りです。俺は以前、国際海難救助チームの一員でした。エンジンの轟音の中、俺の言葉に全員が耳を傾けた。インド洋での救助任務の時、嵐の警報が出ていて、マニュアルでは出港禁止でした。でも、遭難信号を受けて、みんなが止める中、俺は一人で船を出しました。そして、ハリマさんたちを含む23人の乗客を全員救出できました。でも、規約違反は明らかでした。結果、俺は解雇され、国際救助資格も停止されました。俺は拳を握りしめた。でも、俺は諦められませんでした。船を守りたい、人を救いたいという思いを捨てきれなかったんです。どこでもいいから、船に関わる仕事がしたかった。だから今は、ここで清掃員として
働かせてもらっています。船が再び大きく揺れ、誰かが転びそうになった。だからあんなに船のことに詳しかったのか。エビスイさんが小さくつぶやいた。船が再び大きく揺れ、誰かが転びそうになった。その時、副社長が前に出た。そんなの知らん。そんな話今初めて聞いた。彼は社長に振り向き、一生懸命に訴えかけた。竹明、こんな奴の言うことを信じるつもりか？資格停止された人間だぞ。規則を破った不届き者じゃないか。バイト風情が指示するなど許されるはずがない。今すぐブリッジに戻って正規の手続きで。今はそんなことを言っている場合ではない。社長の一喝がエンジンルームに響き渡った。副社長は言葉を失い、口を閉じた。社長は歩み寄り、俺の目をまっすぐに見つめた。彼の目には迷いはなかった。足立くん、どうすればこの船を救える？君に任せる。社長の声には揺るぎない信頼が込められていた。社長の隣に立ったユキさんが俺の手を取った。彼女の目は涙で潤んでいた。お願い、隼人。助けて。あなたならできる。ユキさんの声には恐怖と希望が入り混じっていた。周囲のスタッフたちも俺を見つめている。彼らの目には最後の望みを託す思いが浮かんでいた。エンジンルームは水位が上がり、警報音がさらに激しさを増した。もはや迷う余地はなかった。俺は腕時計を確認し、深く息を吸い込んだ。全員聞いてください。まず、浸水区画を完全に閉鎖します。E3、E4、F2 区画には誰もいないことを確認してください。通信担当の技術者が各区画に連絡を取り始めた。確認しました。全区画、スタッフ退避完了です。ありがとうございます。では、隔壁閉鎖を実行してください。操作担当が素早くコードを入力した。船内に隔壁閉鎖のアラームが鳴り響き、重い金属音が響いた。エビスイさん、あなたはメインエンジンの監視を、回転数を 45% まで下げてください。一気にではなく、15秒かけて徐々に落としてください。急激な出力変化は危険です。エビスイさんはうなずき、すぐに操作パネルに向かった。次に、非常電源ラインを再起動します。現在の主電源は不安定です。補助系統に切り替えてください。はい。船の照明が一度落ち、数秒後に再び点灯した。今度はより安定している。俺は次の指示に移った。エンジン回転数はどうなっていますか？ 45% まで下がりました。船の揺れが少し安定してきています。次は、舵の制御です。現在の進路だと暗礁に接触する危険があります。舵角を左に23度取り、進路を280度に変更してください。航海担当が緊急操舵システムを操作し始めた。操舵システムが応答しています。進路変更中。船がゆっくりと向きを変え始めるのが感じられた。モニター上でも船の位置が変わりつつある。いいです。このままゆっくりと。波の合間を狙って進みます。波が来たらさらに回転数を 40% まで下げて、波が過ぎたら 50% まで上げる。このリズムを保ってください。エンジン担当チームが息を合わせて作業を始めた。俺は配管系統のモニターを確認した。配管破損箇所の圧力を下げる必要があります。ポンプ3、4、7を停止してください。代わりに予備ポンプ2を起動してください。技術者たちは次々と指示に従い機器を操作していく。船の揺れは依然として激しかったが、少しずつ安定してきているようだった。エンジン温度が下がってきました。浸水速度が遅くなっています。操舵反応が改善しています。次々と前向きな報告が入ってきた。これはいけるぞ。社長の言葉にエンジンルーム内の緊張が少し緩んだ。副社長は黙って壁際に立っていたが、その表情には驚きが浮かんでいた。暗礁までの距離300メートルです。モニター担当の声に再び緊張が走る。このまま進路を保ってください。波の谷に乗ったら一瞬だけ出力を 55% まで上げます。俺の指示通りタイミングを見計らって出力が上げられた。船は大きな波を乗り越えわずかに前進する。暗礁まで250メートル、200メートル。息を詰めて見守る中、船は少しずつ危険海域から離れていった。暗礁ポイントを完全に回避しました。安全海域に入りました。航海担当の宣言にエンジンルーム内に小さな拍手が広がった。
それから1時間は全員が息を潜めて作業を続けた。俺の指示のもと、エンジン出力は波のリズムに合わせて微調整され、船は少しずつ揺れの少ない航路へと進路を変えていった。配管からの漏水も隔壁閉鎖と圧力調整によって最小限に抑えられていた。船体の傾きは依然としてあったが、沈没の危険は遠のいていた。嵐の中心から脱出しつつあります。風速が下がってきました。乗客の状況はどうですか？多少の動揺はありますが、大きなパニックはありません。数名が軽い怪我を負いましたが、医務室で対応中です。その報告に全員がほっとため息をついた。3時間後、嵐は完全に船の後方に遠ざかり、海は徐々に穏やかさを取り戻していた。配管の修理チームが浸水箇所の応急処置を完了し、エンジン出力も安定していた。全システム正常範囲内に戻りました。エビスイさんの報告に全員の表情から緊張が解けていった。乗客の皆様にお知らせします。悪天候を脱出し、現在は安全な海域を航行中です。船内施設は順次再開いたします。ご協力いただきありがとうございました。船内アナウンスが流れ、エンジンルームに集まっていた全員の顔にようやく安堵の表情が広がった。船は傷を負いながらも暗礁や座礁を回避し、800名の乗客と乗員の命を守り抜いたのだった。疲労で体が重く感じられたが、やるべきことはやり遂げた。満足感があった。足立くん、本当にありがとう。君がいなければ、この船は間違いなく沈んでいた。社長が俺の前に立ち、深々と頭を下げた。その姿に胸が熱くなった。いえ、社長。皆さんの協力があってこそです。俺一人では何もできませんでした。エビスイさんが前に出てきて、俺の肩を叩いた。いや、君の指示がなければ無理だった。あの状況で、あれほど冷静に判断できる者は他にいなかった。他のスタッフたちもうなずき、再び拍手が起こった。ユキさんが近づいてきて、両手で俺の手を握った。彼女の目は涙で潤んでいた。隼人、本当にありがとう。あなたが本当の意味で船を愛していることが今日はっきりと分かったわ。播磨さんも前に出て、俺に向かって敬礼した。二度も命を救われたことになる。今度こそ、ちゃんとお礼を言わせてほしい。ありがとう、隼人さん。彼の真摯な言葉に、場内から温かい拍手が起こった。社長が再び話し始めた。足立くん、君は今日800人以上の命を救った。それだけではない。桜丸という船そのものを、そして私たちの会社の未来も救ってくれた。これからは、君の真の力を活かせる場所で働いてほしい。俺たちと一緒に。その言葉に、部屋中から大きな拍手と歓声が湧き上がった。長年抱えてきた重荷が少しずつ溶けていくような感覚があった。歓声が落ち着いたその時、部屋の隅に立っていた副社長に視線が集まった。彼は青ざめた顔で壁際に佇んでいた。社長が彼に向き直ると、表情が一変した。喜びと感謝の表情から、厳しさと失望が浮かんでいる。海舟くん、君には説明してもらわなければならないことがある。整備予算の削減、人員配置の問題、安全点検の先送り、すべて君の判断だったな。社長の声は静かだったが、その重みは部屋中に響き渡った。場の空気が一気に張り詰める。副社長は言葉を探すように口ごもった。竹明、あれは会社のためだったんだ。赤字を減らすには必要な。必要だって？あと少しで800人もの命が失われるところだったんだぞ。そんなつもりじゃなかったんだ。こんな大事故になるなんて。私はただ会社を存続させるためだと思って。言葉が途切れ、副社長はその場に崩れ落ちた。社長は深いため息をついた。その目には怒りとともに悲しみも浮かんでいた。海舟くん、君と俺は同じ夢を見ていたはずだ。船は世界を結ぶロマンだと。大勢の人に笑顔を届けたいと。夢だけでは食えない。そこはわかる。だけど安全を削ってまで続ける夢なんか本物じゃない。社長の声は震えていた。彼の目から一筋の涙が頬を伝った。副社長の顔からは血の気が引き、目に涙が浮かんでいた。肩を落とし、もはや弁解する言葉も見つからないようだった。長い沈黙の後、副社長がゆっくりと顔を上げた。そうだったな。昔は一緒に語ったな。大勢を笑顔にしたいって。
副社長は過去を思い出すように遠くを見つめた。竹明と俺は同じ志を持っていた。夜通し語り合ったこともあった。どんな船にするか、どんな航路を開拓するか、どんな感動を届けるか。だが、会社の苦境が続くうちに、俺は考えを変えてしまった。綺麗事ばかりではダメだ。現実を見ろと自分に言い聞かせるようになった。いつからだろうな。利益だけを見るようになったのは、安全より人より、夢より、数字だけを見るようになったのは、副社長は顔を両手で覆い、肩が小刻みに震え始めた。すまなかった。本当にすまなかった。彼の言葉は涙に濡れ、部屋の中に重く響いた。誰も彼を非難する声を上げる者はいなかった。しばらくの沈黙の後、社長が副社長の前に歩み寄った。彼は、副社長の肩に手を置き、静かに言った。人は時に大切なものが見えなくなることもある。でも人は変われる。今日の出来事で君は自分を見つめ直した。君が本当に改めるなら、もう一度一緒にやり直そう。安全第一の本物の夢を追いかける会社を作ろう。副社長は顔を上げ、涙で濡れた目で社長を見上げた。そんな彼に社長は手を差し伸べた。副社長は一瞬ためらった後、その手を取った。ありがとう、竹明。副社長の目からは、止めどなく涙が流れていた。社長も目を赤くし、固く副社長の手を握り返した。窓の外では、空が少しずつ明るくなり始めていた。夜明けが近づいていた。予定より遅れたが、桜丸は無事に寄港した。朝日に照らされた港には、すでに多くの報道陣が集まっていた。豪華客船の奇跡の生還というニュースが広まっていたのだろう。船が完全に接岸し、乗降用の橋が設置された。乗客たちが次々と下船を始める中、俺は最後の清掃作業を終え、自分の荷物をまとめていた。隼人さん。振り向くと、播磨さんが笑顔で近づいてきた。彼の隣には、社長とユキさんも立っていた。俺は小さく頭を下げた。播磨さんは手を差し出した。君にちゃんとお礼を言いたくて、二度も命を救われたことになる。本当にありがとう。握手を交わしながら、播磨さんは真剣な表情で続けた。俺は、このクルーズ会社に大規模な投資を行うことを決めた。ただし、一つ条件をつけた。それは、次回のクルーズは君が中心になって運航するということだ。その言葉に、俺は少し戸惑った。社長が一歩前に出た。足立くん、播磨さんはすでに契約書にサインしてくれた。この先10年間、我が社を支援してくれるんだ。君のおかげだよ。社長の顔には、心からの喜びが浮かんでいた。俺は言葉を失った。夢にも思わなかった展開に、胸が熱くなる。本当にいいんですか？播磨さんは力強くうなずいた。もちろん、君の腕は本物だ。君が乗っている船なら安心して投資できる。安全管理責任者として君の経験と才能を生かしてほしい。彼は俺の背中を軽く叩いた。次回のクルーズには家族を連れてくるつもりだ。その時はぜひ船の案内をしてほしいね。報道陣が彼らに気づき、カメラのフラッシュが焚かれ始めた。播磨さんは社長と共に彼らの方へ歩き始めた。寄港も無事に果たし、投資も決まった。嵐の痕跡はまだ船の各所に残っていたが、これからしっかりと修理され、より安全な船へと生まれ変わるだろう。そして今度は、俺もその一翼を担うことになる。甲板から見下ろす港の景色はいつもより鮮やかに見えた。寄港から2週間が過ぎた。修理のため、桟橋に係留された桜丸は少しずつ元の姿を取り戻しつつあった。俺は新たに任命された安全管理責任者として、作業員たちと共に船の隅々まで点検を行っていた。足立さん、配管の交換作業が終わりました。若手技術者の報告にうなずきながら、俺はチェックリストに印をつけた。あの日の嵐から帰還して以来、船内の雰囲気は一変した。人手不足は解消され、必要な整備予算も十分に確保されるようになった。何より、スタッフ全員の表情が明るくなった。ありがとう。念のため水圧テストもやっておいてくれるかな。はい、了解です。まだ若い技術者だが、仕事に対する姿勢は真摯だ。こういう若者が育っていけば、この船の未来は明るい。隼人いる？振り返ると、ユキさんが立っていた。彼女は普段より
カジュアルなパンツスーツを着ていた。ユキさん、どうしましたか？社長と海舟さんが会議室であなたを待ってるわ。それと、ケイスさんも。会議室に。重要な話があるの。ユキさんの表情は少し緊張しているようにも見えた。だが同時に何か嬉しそうな様子も感じられた。わかった、すぐに行くよ。手を拭き、作業着のまま会議室へと向かった。会議室のドアをノックすると、中から社長の声がした。どうぞ。ドアを開けると、楕円形のテーブルを囲んで、社長と副社長、そして播磨さんが座っていた。三人とも何やら厳かな表情を浮かべている。足立くん、座りたまえ。指定された席に着くと、社長が播磨さんに目配せをした。播磨さんは立ち上がり、書類を俺の前に置いた。俺には国際海難救助協会の理事を務める友人がいる。君の過去の経緯を話したところ、彼はすごく興味を示した。君がかつてインド洋での救助で規約を破ったことは事実だが、その結果23人もの命が救われたこと、そして今回も800人以上の命を救ったこと、それらの功績を考慮して特別審査が行われたんだ。その結果、隼人さん、君の国際救助資格の停止処分は正式に解除されることになった。播磨さんの言葉に俺は言葉を失った。それは夢にも思わなかった展開だった。資格停止になって以来、二度と海難救助の仕事には戻れないと思い込んでいた。これが正式な通知書だ。おめでとう、隼人くん。播磨さんが差し出した書類には、国際海難救助協会の公印が押されていた。震える手でそれを受け取ると、目頭が熱くなった。言葉にならない感情が胸の内を満たしていく。社長が微笑みながら、ユキさんに視線を向ける。実はこれはユキからの提案だったんだ。俺は目を丸くしてユキさんを見た。彼女は少し照れたように目を伏せた。あの日、あなたが見せてくれた勇気と技術をもっと活かせる場所があるはずだと思った。だから、お父様と相談して、ケースさんにもお願いして。ユキさん、本当にありがとうございます。俺は立ち上がり、深々と頭を下げた。感謝の言葉だけでは足りない気持ちだった。会議室を後にした俺は、まだ手の中の書類を信じられない思いで見つめていた。国際海難救助資格の復活。何度も夢に見てはいたが、現実になるとは思ってもいなかった。甲板に出ると、夕暮れの柔らかな光が、海面を金色に染めていた。風は優しく、頬を撫で、遠くでは貨物船が静かに港を出ていく。この景色が、また俺の日常になるのかと思うと、胸が弾んだ。隼人。背後から聞こえた声に振り返ると、ユキさんが立っていた。夕日を背に、彼女のシルエットが美しく浮かび上がっている。しばらく沈黙が流れた。ありがとうございます、ユキさん。資格の件、あなたの尽力があってこそです。俺が先に口を開いた。ユキさんは首を横に振った。そんなことないわ。私は少し手伝っただけ。あなたが見せてくれた勇気と技術が全てを変えたの。彼女は少し言葉を選ぶように間を置いた。あの日、嵐の中であなたが指揮を取った時、私は初めて本当の強さを見たの。規則や立場を超えて大切なものを守る強さ。私はずっと強くなりたいと思っていたけど、間違った方向を向いていた。冷たい態度を取ることが強さだと思っていたけど、あなたは違った。温かさと思いやりを持ちながら、必要な時には信念を貫く。それが本当の強さだったのね。彼女の言葉に俺は静かにうなずいた。でも、ユキさんは十分強い人です。あの状況で俺を信じてくれました。社会的立場じゃなく、人間性を見てくれました。それは誰にでもできることじゃありません。風がユキさんの髪を揺らした。彼女は海を見つめながら少し恥ずかしそうに笑った。彼女は深呼吸をして俺の方へと体を向けた。隼人、正直に言うね。私最初に会った時からあなたに惹かれていたの。他のスタッフとは違う何かを感じていた。それが何なのかわからなかったけど、今はわかる。ユキさんの方が薄く染まっていた。私、あなたのことをもっと知りたい。これからも一緒に働きたい。あなたのことが好きだから。彼女は視線を落とした。その仕草に胸の内で何かが温かく広がっていくのを感じた。ユキさん。俺は静かに彼女の名を呼んだ。俺こそ、
もう船を諦めるしかないと思っていました。でも、本当は諦めたくなかったんです。船が、人の命を守ることが、全部好きで、全部が俺の一部でした。でも、資格を失って、もう二度とあの世界には戻れないと思っていました。だけど、また夢を見られそうです。ユキさんのおかげです。あなたは、俺の魂の一部を取り戻してくれたんです。俺も、そんなユキさんが好きです。ユキさんの方に、一筋の涙が伝った。俺はそっと手を伸ばし、その涙を拭った。ユキさんは、俺の手に自分の手を重ねた。その感触は温かく、優しかった。ハヤト、これからよろしくね。船長と安全管理責任者として、一緒に最高の船を作りましょう。ええ、必ず。太陽が海の彼方に沈み始め、空が茜色に染まっていく。波が静かに船体を撫で、風が俺たちの間を通り抜けていく。船の汽笛が遠くで鳴る。それはまるで俺たちの新たな出発を祝福しているかのようだった。俺は資格停止になってもずっと海を守ることを諦めなかった。清掃員という立場で船の安全を見守り続けてきた。人の命を守るという信念はどんな肩書きも超えるものだと信じて、あの嵐の日、誰もが反対する中で立ち上がったのは、その思いがあったからだ。規則より大切なものがある。それは人の命だ。ユキさんが言ってくれた。必要な時には信念を貫く。それが本当の強さだったのね。と。確かにそうかもしれない。どんな状況でも信じることを貫いてきたから、今の俺がある。信念は時に孤独を伴う。でも、本当に大切なことのために声を上げ続ければ、いつか必ず誰かに届く。そして、新しい道が開けるんだ。